皆さんこんにちは。すずのオラクルカフェへようこそ。いつもご視聴ありがとうございます。このチャンネルではオラクルカードリーディングを通して願いを叶えるためのメッセージをお伝えしています。本日のテーマは変容の時期、変わりたいあなたを応援するメッセージです。さて、11月8日は満月なんですけれども、この日他にも大きな天体イベントがあるのを皆さんはご存知ですか？夕方6時くらいから月食が始まるんです。この月食は日本でも見られる皆既月食になります。そしてスピリチュアルの世界においては月食ってやっぱり特別な意味があるんですよね。満月が一度暗くなって、そしてまた明るくなって満ちていくその様子、輝いていく満ちていく様子から、デトックスとか浄化とか、また生まれ変わるような再生するとか、それまでの流れを変える、あと執着を手放す、そういった風な変化をするための良いタイミングだっていうふうに言われているんです。そこで今回はあなたがさらに素敵に変わっていくためのメッセージということで、手放しとチャレンジを応援するリーディングをしたいと思います。選んでいただくのは4択で、選択肢はこのチェッコリオラクルカードになります。そして、実際リーディングしていきますのはこちらのシェイプシフターオラクルカードです。では選択肢、こちら1枚目がこのカードです。はい、1番目のカードです。そして2番目の選択肢はこちらです。はい、こちらです。2番目、そして3番目がこちらのカードです。はい、4番目はこちらのカードです。迷って決められないという方は一時停止してから選んでくださいね。1番、2番、3番、4番です。あと月食のお話はエンディングでもしていますので、ご興味ありましたらエンディングもお付き合いくださいね。それではどうぞ。はい、1番目のカードを選んだ方へのリーディングです。まずあなたの手放しを応援するカードを1枚と、あなたのチャレンジを応援するカードを引いていきます。はい、あなたの手放しを応援するカードはこちら、狐のカードです。とても賢い狐のカードです。そしてチャレンジを応援するカードを、はい、こちら満月とカラスが飛んでますね。このまず狐のカードはとても賢い、観察眼の鋭いこの狐はあなたに、例えばですね、騙そうとする人とか、あなたのなんて言うんだろう、盗むというと悪い言い方ですけども、あなたの例えばアイデアを真似しちゃおうとしているそういう人とか、うまく利用しようとするそういう人を、この狐はしっかりと見抜いてあなたに教えてくれますよっていう、そういうカードなんですね。とてもこの彼女もね、しっかりしたまっすぐ見て鋭く何かをちゃんと見極めてるのでしょうか。
だからあなたの、手放しを応援するためのカードなので、本当に信頼できるもの、信頼できる人、そういったあなたにとって大切なこと、有益なこと、本当に信用できるもの、そういったものを残して、ちょっとね、あまり信用性のないものというのを手放していきましょう。そういうふうに言われております。しっかり見極めてみてください。そして、物でもことでも人でも、今ピンときたことでいいんですけれども、あなたを利用するような、そんなことがあったら、そういうことを、手放していきましょう。利用されないようにしましょうと言われております。あとですね、逆にあなたのアイデアを真似するというお話しましたけれども、その逆だとすると、あなた自身が、誰かのね、ひらめきとかアイデアというのをいつも参考にしていたとしたら、今度からはそういったことを手放して、あなた自身がオリジナリティを発揮していきましょうという、そういう意味ももしかしたら一つあるかなと感じます。これからチャレンジすることに芸術とか表現とか、そうですね、歌、音楽、執筆、ダンス、創作、芸術、そういったものを、こういったね、真夜中のインスピレーションの降りてくるときに表現していってくださいっていう、そういうカードなので、これから何かオリジナリティを発揮して、そういった創作活動だったり、あなた自身を表現することとか、何かそういったものを始めていかれるといいのではないでしょうか。この赤い髪の毛とか、唇とか目も赤いですけれども、このね、情熱、やる気の赤がとても印象的です。何かチャレンジしてみてください。あなたが表現できることがあるはずです。こういう YouTube みたいなものでもいいですよ。何かね、できるものありましたら。この最初に選択肢で選んでいただいたカードは、この母乳がピューッと出て、このミルクをうさぎさんがごくごく飲んでます。これって支援をすること、支援をされることという、そういう意味のカードなんですけれども、あなたがやろうとしていることに協力してくれる人や、協力、応援、賛同してくれる人があなたのそばにきっといるはずです。そのようなメッセージかなと受け取りました。はい、ぜひこの機会に何か表現をしてみてください。1番のカードを選んだ方へのリーディングは以上です。ありがとうございました。はい。2番目のカードを選んだ方へのリーディングです。まず、1枚、あなたの手放しを応援するカードを引いて、もう1枚、あなたのチャレンジを応援するカードを引いていきます。はい。あなたの手放しを応援するカードは、この蝶とフェレットのカードです。変容の蝶とフェレットのカードです。あなたのチャレンジを応援するカードも引いていきます。はい。こちらのマーメイドのカードです。没頭する人魚というカードです。一心不乱に没頭していきましょうという、そういうメッセージなんですけれども、あなたの手放しに関してなんですが、今、この変容のシンボルである蝶と、このフェレットはちょっと警戒心が強い、そういうことを表しているんですね。で、もうあなた自身、今変化の真っ最中にいますよと言われているようです。
蝶が出た時って本当に変わるキーワードなんですけども、蝶々ってもうさなぎとか芋虫から全く違った形に変わるので、本当にガラッと変えていく、そういう時に出てくることが多いんですよね。で、全然違う形に変わるって、警戒する、怖いかもしれないんだけれども、フェレットが警戒心バリバリで、注意しながら慎重になりながら、あなたの変化を今守ってくれてますよと言われています。どうでしょうか。この時期、今とか、過去この近い時期ですね、何か大きく変わったことありましたか？自分自身の中身もそうですけれども、自分の外見、あとは場所を移動したとか、お仕事をガラッと変わったとか、何かしらその変えることがあったとか、今まさに何か変わることがあるという方は、もうガラッと変わりますけれども、大丈夫です。警戒しながら慎重になりながら変われば、もう全然、もう絶対蝶々に変わるので、後戻りはしませんから、慎重になりながら何か、手放しをするのであれば、きれいに手放しをしていってくださいと言われているようです。そしてチャレンジすることは、この没頭する人魚のカードというのは、人魚って水の中と陸の上と両方いられるのがマーメイドだよというので、その両方にいるんだけれども、ちょっとあなたは陸上にいた期間が長すぎて、本当はやらなきゃいけないことを先延ばししている可能性がありますよという、そういう意味もあります。何か先延ばしにしていることや計画していたけどまだやれていないことがもしありましたら、この機会にチャレンジしてみてください。何かそういうもの。ちょっとね、頭の中に思い浮かんでて、やりたいなぁとちょっと思ってただけで、実行に移せなかったとか、もしそういうことがありましたら、この機会に、ガラッと変わる、今、そういうチャンスなのでやってみてください。そうすると、陸上だけにいたらわからなかった、気づかなかったこういった可愛い魚たちや海の宝石たちをあなたは身にまとうことができるんですよと言われていて、そうすることによってあなたの世界ってまた陸に戻った時にまたガラッと変わってますと言われています。すごく変わる。両方ともガラッと変わるようなことを言われています。ただそのためにはチャレンジすることと、あと最初に選択肢で出たカードもスピードを上げるという意味があるんですね。だからちょっとね、スピード上げて進むのはいいんだけど、いろんなこの不思議な、なんでしょう、このピンクのものとかがちょっと邪魔になってるかもしれないので、そういう邪魔になるようなものがね、スピードを上げた時に出てくるかもしれないんですけれども、そういうことに気をつけながら、あと、だから邪魔になっても進めるように準備をしながら、今、まさにスピードを上げて進んでいきましょうと言われております。どうでしょう。何かピンとくることがありましたら、ぜひ参考にしていってください。2番目のカードを選んだ方へのリーディングは以上です。ありがとうございました。はい。3番目のカードを選んだ方へのリーディングです。まず、あなたの手放しを応援するカードを1枚と、あなたのチャレンジを応援するカードを1枚引いていきます。はい。こちらは、フェアリーリング、妖精とか動物さんたちが輪になって、何かこのサーカスの練習をしています。チ
ャレンジを応援するカードも1枚。はい。はい。こちらです。こちらは、ベニスの狼というカードです。あなたの、まずね、手放していくことに関してなんですけれども、この森の妖精さんたちと、あと動物さんもいるんですけども、彼女たちは、自分たちの場所が、例えば木が切り倒されたりして、そんな風に、自分たちの居場所がね、ちょっとこう窮屈にされてしまうんだけれども、そうではなくて、自分たちの居場所を守るために新しいスキルをここで身につけようとしているというんですね。楽しく練習している風景とも取れるんですけれども、そういった、自分たちを安全に守るために新しいことをみんなで新しいスキルを練習している、学んでいるという、そういった意味があるんです。でももちろん楽しそうにも、どうでしょう、楽しそうにもちょっとね楽しそうにも見えなくはないんですけれども、あなたがもし今何かを手放さなければいけないのだとしたら、新しいことを身につけるために今までのやり方とか、今までそうですね、身につけてきた、学んできたもの、そういったものを一旦また手放して、今度新しい技術を身につけていきましょうという、そういうメッセージかなとも思います。で、これからチャレンジすることに関しても、このベニスの狼というカードは、あなたは故郷を離れた遠くへ来ているんですよというカードなんですね。だから慣れ親しんだ場所から大きく離れた場所へ移動して、そこでやっていく。または慣れ親しんだやり方、慣れ親しんだものから大きく離れて、やっぱり新しいやり方を手に入れるとか、新しい世界へ、入っていく、そんな意味合いが強いかと思います。狼があなたを、2匹も狼がついているので、あなたはしっかりと守られていますよと言われています。新しいこと、今の自分の世界からはちょっと遠いようなところに、行ってみる、チャレンジしてみるというのはいかがでしょうか。そして最初に選択肢で出ていたカードは、ちょっとね、これタイトルは脅しっていうカードだったんですよ、実は。可愛い顔してますけど、なんかちょっと傷つけようとしてる、なんかね、脅している、そういうカードで、あなたを傷つけようとする人、あなたをちょっと不当な扱いをしようとする人がいたら、断固として、そういったことは拒否してくださいという、そういうメッセージがあります。なんかね、助けてとは言ってるんだけれども、もちろん助けてくれる人もいるんだけど、でもあなた自身が立ち向かっていきましょうという、そういうメッセージになります。ちょっとね、若干なんか今までのあなたのご経験とか、環境とか状況の中で、あなたにとってあんまり歓迎できないことがあるかもしれません。そういうところからちょっと離れたり、身を守ったり、ちょっと立ち向かったりしていきましょうという、そういう印象が全体的に見られるようです。でも必ず仲間がいるし、こっちも仲間は必ずいますよと言われているので、一人で立ち向かうはなくても大丈夫だというふうに考えていただければ、必ず誰かがいると考えて、そして今とは違った新しいスキルを身につけたり、
新しい世界へ、ちょっと離れたところへ、チャレンジして冒険していってみてください。はい。受け取っていただけるメッセージがありましたら嬉しいです。3番目のカードを選んだ方へのリーディングは以上です。ありがとうございました。はい。4番目のカードを選んだ方へのリーディングです。まず、あなたの手放しを応援するカードを1枚と、あなたのチャレンジを応援するカードを1枚引いていきます。はい。手放しを応援するカードにこちら。悲しそうな彼女が抱いているのは、これは三葉虫です。三葉虫のカードが出ました。チャレンジのためのメッセージは、はい、こちら。フクロウのカードが出ました。羽のように軽い知恵というキーワードがついております。あなたの手放しに関してなんですけれども、まず、とても悲しいことがあって、この彼女は、もう、この三葉虫をもうずっと抱きしめていて手放せないんですよね。三葉虫でも大昔の古代の生物で、もう本当に大昔のこの三葉虫をまだね、どんなことだったんでしょうか。彼女はとてもね、悲しい思いをしているんですけども、もう結構だいぶ昔のことなのに手放せずにいるんだけれども、そろそろこのね、三葉虫を化石にしてあげてくださいねという、そういうカードです。そろそろ手放していきましょうかと言われています。もし何か結構自分の中で心残りとか、まだ、なんかつい思い出してしまう、気になってしまう、手放せない、そういうものがもし何かありましたら、今本当にもうそういったことを化石にしましょう。美しい思い出にすればいいです。なんとか、手放していってください。そうすることによって前に進んでいきます。そうすることによって今に集中することができます。今に集中できると、未来への計画が立てられます。やり方が分かってきます。そしてこれからチャレンジすることに、この羽のように軽い知恵というのが出ています。知恵とか知識、そういったものというのは重いものではありませんよ。もっとふわっと、このね、フクロウのこのふわっとした羽のように、もっと軽々と知恵を身につけることってできるんですよ。そういうふうに言われています。だから、何かね、手放せない思いがあったら、この機会にそれをきちんと思い出というふうにして、そして新しいこと何か勉強してみませんか？もっと軽々と知恵を身につけていいんですよと言われています。何か身につけてみましょう。学んでみましょう。そして、最初の選択肢のカードは、これは旅に出るっていうカードなんですね。これ、アリスみたいですよね。不思議の国のアリスみたいなんですけれども、だから全く今までと違うようなことを勉強してみるというのもいいんじゃないでしょうか。そして、その旅に出るというキーワードの通り、どこかに旅に出るというのもいいかと思います。もっと無計画に旅に出てもいいんじゃないかなという、そういうメッセージもあるかと思います。もっと気軽に、もっとね、軽く楽しく、もっと瞬発力を持って、行動してもいいんだというふうに思っていただけたらいいかなと思います。そして、わからない場所へちょっと旅に出るかもしれないけれども、そうすることによって軽々とあなたは知恵を身につけることができます。そして、あなたの今まで抱えてきたものというのは
美しい思い出に変えることができます。全くなくすわけではなくて、この三葉虫ね、化石として、あなたの中に、残ると思います。ですからそんなに悲しまないでください。次のステップへ進んでいきましょう。はい。4番のカードを選んだ方へのリーディングは以上になります。応援しています。ありがとうございました。はい。リーディングが終了しました。いかがだったでしょうか。皆既月食なんですけれども、11月8日、この日は満月はですね、お牛座の満月ですね。でその皆既月食の時間、皆さんメモのご用意いいですか？午後6時9分ぐらいですね。その頃から部分食が始まります。そしてその皆既月食になるのが午後の7時16分ぐらいから8時42分ぐらいまでです。この時間皆既月食になります。そして最大になるのが7時59分だそうです。結構長いですよね。長い時間見られそうですね。で、部分食というのが終わるのが9時49分ぐらいなので、結構だからどこかの時間帯で見られるかと思います。そしてなんとですよ皆さん、なんと今回はなんと天王星の食というのもあるそうです。じゃあ天王星食と月食のダブルというとっても珍しい日になります。天王星って遠いじゃないですか。だからおそらく肉眼だとちょっと見えないかと思いますけれども、ぜひ望遠鏡とか双眼鏡とかそういったものがある人はぜひ見てみてください。場所によって時間が少しね変わってきますけれども、東京であれば8時40分ぐらいからがその天王星食です。天王星食になるようです、ね。日本でも見られるという今回のこの月食、お仕事とかお夕食の都合もありますからね、いいタイミングで見られるかどうかはその時の時間と場所次第ということになると思うんですけれども、でもそれぞれの場所でどっかの時間帯でみんなが月食を見てるのかなって考えたら、ちょっと気持ちがつながっているようで嬉しいですよね。寒いですからあったかい格好をして観測してくださいね。それでは今回の動画も楽しかったよという方はグッドボタンを、チャンネル登録がまだの方は登録ボタンをよろしくお願いします。最後までお付き合いいただきありがとうございました。また次の動画も見てくださったら嬉しいです。バイバーイ。どこかで同じ月を見ています。バイバイ。